Ohayou gozaimasu. Welcome to the Claris Roadshow in Osaka 2024. Together, we create something incredible. Our worth is not defined by the Claris platform, but rather by the solutions you deliver. Each time your software solves a hard problem, that builds momentum. Our aim is not only to be your tech vendor, but also to be your steady ally. Your platform architect, your curriculum designer, and your conduit to more opportunity. Together, we rise in the market. Japan is a critical market for Claris. In fact, it is the second largest market for us in the world. Problem solvers all across your country are making digital transformation happen. And in support of problem solvers like you, we have shifted our approach to an agile methodology so that we can accelerate new product enhancements, security fixes, address bugs, and improve performance and stability. We are proud of the efforts we've made to deliver a better platform for all of you. At this conference, we're hoping you are able to accomplish a few things. First, please install FileMaker 2024. It is our most current release, has added a variety of scripts specifically to take advantage of large language models and provide the capabilities for semantic search. Secondly, attend our SE sessions and learn about the new product enhancements. Third, stop by and visit our partners. They are experts in this latest release, and they will have a lot to teach you about FileMaker 2024. And fourth, there is a session this afternoon by one of our very own customers, Japan Nuclear Fuel Limited. They will provide a presentation on how they've driven digital transformation to increase safety. Our customers across the world are seeking for ways to improve digital transformation, and so many are realizing that potential. Now, unfortunately, I can't be with you in person for this particular event, but I very much look forward to returning to Japan for our November Claris Engage. In the meantime, have a wonderful conference, and please take full advantage of this learning opportunity. Arigato. こんにちは、クラリスマーケティング部の荒地です。本日はお忙しいところクラリスロードショー2024大阪にご参加いただきありがとうございます。ブラッドからはクラリスのビジョンと新しいクラリスファイルメーカー2024と AI について話がありました。クラリスファイルメーカー2024に関してはこの後セッションにご参加いただいたり、あとショーケースエリアのブースに立ち寄っていただくことで詳しく知っていただくことができます。そして本日はもう一つ皆様にお見せしたいビデオがあります。私たちはお客様の成功事例をビデオに収録して数多くの方に見ていただくという機会に非常に力を入れております。このページで多くのお客様事例のビデオをご覧いただくことができます。今日は出来たてほやほやのまだ未公開のビデオがありますのでどうぞご覧ください。安全に絶対はないです。日々の安全確保っていうのはもう最低限の命題だと思ってます。当然ながら放射性物質を扱うというそういったその事業になりますので非常に大事だなという形で思っています。巡視点検を行っていまして設備がどういう状態にあるかっていうのをですね常に見ています。半分以上の時間は巡視点検に使っているようなイメージですね。かなりのその手間と労力をかけてですね見ていっているっていう形になります。当初の頃からですねなんとかデジタル化したいということを考えていました。
その時に手軽にできるのが、ファイルメーカーだったっていうようなことです。一つのブロックでだいたい 2,3 台、多いところで5台使いますね。 iPad にしたことによって何かあったらその場で撮ると。で撮ってからこんなのありましたって見せてもいいですし、仮にそれが異常じゃなくても昨日はこうなってましたっていうのでこう情報共有ができるんですね。紙でやるとデータを掘り起こすのがものすごく大変なんですね。数千枚の紙の中からですね、必要なデータだけをピックアップする。それをデータ化することによって要は単純にそのグラフ化できたりとかしますから、効率化もそうですし、プロセスを記録として残すことができて新人の教育に役立てることができると。新たな気づきを与えて、で次にうまくそのバトンタッチをしていってもらえればですね、安全の積み重ねとかですね、そういうところにもつながっていくんじゃないかなと。日本原燃の現場環境というのはその分厚い壁圧で Wi-Fi が通らなかったりだとか、電波の影響を受ける危機がありますから、電波が通らないような環境下でもですね、現場ではオフラインで居室でオンラインにしてデータのアップロードダウンロードを行って機器の点検なりをやれるような、そういう環境っていうのを作っていきました。日本原燃さんの安全のルールに従った大きな流れが全てあるっていうシステムが作業隔離管理システム。ファイルメーカーならではの開発の手法というのは、その現場を巻き込んでアジャイル開発しながらですね、仕上げていくっていうことが。一回開発してもうローンチしてもう使い始めて運用したらそれで終わりじゃなくて、使い始めてここが悪いとか業務フローが変わったって要望を出したら改善して機能追加してでまた使い始めてっていうこのサイクルですよねっていう、そこが大きいですね。安全っていうところからですね、いかに安心を生むかっていうところがですね、まず何よりも大事にしていることかなと。日本原燃さんの安全のハードルっていうのもどんどん上がっていきますんで、未来に向かってサポートさせていただくっていうことをしていきたいと思います。日々の積み重ね、それしかないかなと思ってるんですね。安全の追求に終わりはないということで考えています。いかがでしたでしょうか。安全の確保のためにその点検にクラリスファイルメーカーと iPad が利用されていました。このケースに関してはビデオを見るために非常に身が引き締まる思いです。今日は、日本原燃株式会社の三浦様と、そして、ジッポーワークス株式会社の車田さんにこの会場に、来ていただいております。お二方皆さんに顔が見えるようにお立ちいただけますでしょうか。どうぞ拍手をお願いいたします。ありがとうございます。そしてお二方は今日の午後 A 会場でセッションをお持ちです。日本原燃様がどのようにしてデジタルトランスフォーメーションに成功したかということを詳しくご覧いただきます。ぜひこちらもご参加ください。そして成功事例のセッションまだこんなにたくさんあります。どちらのセッションもどちらの成功事例もなるほどと目から鱗が落ちるようなものばかりです。ぜひこちらもご参加ください。それでは次はクラリスのプラットフォームに関しての最新情報をこれからご紹介していきます。では森本さんお願いします。荒木さんどうもありがとうございます。皆さんこんにちは。クラリス法人営業本部の森本と申します。ではまずは、最初に私の方からですね、クラリスのプラットフォームについて全体的なお話を少しさせていただきます。皆様も感じられている通りですね、 IT 技術の進展というのも急速に進んでいるわけですけれども、それに伴って情報システムの在り方というものも大きく変わってきました。10年前と比べてみてもですね、いろんな企業、その他組織内部のですね、業務システムの姿というのも大きく変わっているわけですけれども、例えばですね、組織内部の問題を解決して業務の運営を行うようなシステムにとどまらず、組織内外のユーザー同士が円滑にやり取りを行ったり、
あとは、あらゆるシステムがクラウド上に展開されて、そのクラウドではいろんなサービスも提供されている。でさらにそれらのシステム同士は相互に連携してですね、一つの統合的なシステムとして動いているとか、あとユーザー側に関しましても、パソコン、モバイル、そしてウェブといったいろんなデバイス環境でそれらのシステムを利用している、そんな姿が当たり前になっている今ですね、我々プラットフォームをご提供する立場としても、そういった環境要件にしっかりと対応していくということが重要だというふうに考えております。で、その具体的な中身なんですけれども、はい、我々としてはですね、重要な3つの軸があるというふうに考えております。まず1つが、企業や組織内部に存在する問題を解決して、業務の効率化や生産性の向上を図る、内部向けソリューションですね。そして、特定もしくは不特定多数の外部ユーザーとの双方向のコミュニケーションを行ってデータの収集や提供を行うような外部向けソリューション。そして、それらのシステムや、その他さまざまなクラウドサービスを連携して、統合するための機能。はい、これらがですね、我々が、プラットフォームのご提供する立場として対応すべき、3つの重要な軸だというふうに捉えております。で、そんな中でクラリスファイルメーカーに関しては約40年前に登場して以来、世界中の企業組織がですね、問題の解決、そしてビジネスの効率化のためにですね、アプリケーション開発ツールとして利用されております。そしてクラリスコネクトについては2020年3月に提供を開始して以来、日本でもですね、多くのユーザーがファイルメーカーですとかその他クラウドサービスとの連携のための基盤としてご利用されています。で、このクラリスコネクトなんですけれども、REST API ベースのシステム間連携というのはもちろんなんですけれども、ログインや認証といったセキュリティの機能、そしてデバッグの機能、いろんな機能を備えておりますので、開発者の方はより少ない労力でですね、異なるシステム間の連携処理の自動化というのを行えるようになっています。そして、日本ではまだ正式なサービスの提供開始されておりませんけれども、クラリススタジオは外部のユーザーに向けたソリューションのための新しいサービスとして近い将来皆様もお試しいただけるように現在品質向上に取り組んでいるところです。で、この外部向けソリューションと内部向けソリューション違いがいくつかあるんですけれども、一つがですね、外部向けソリューションの場合ですけれども、ユーザーが利用する OS アプリケーションといった環境をシステムの提供者側がコントロールすることができないというのが一つですね。もしくはまたはですね、不特定多数のユーザーを対象とする場合、ユーザー数の規模が大きくなる可能性がある、そういったことも考えておく必要があります。で、そういったシナリオに対応するためにクラリススタジオでは Web アプリケーションを開発、実行するための環境をご提供してですね、それが従来のクラリスのプラットフォームの可能性をさらに広げるものとなるというふうに考えております。このようにですね、3つの軸に対応したファイルメーカー、コネクト、スタジオ、それぞれが組み合わさって我々のクラリスのプラットフォームを構成してあらゆる問題を解決するためのツールとしてご提供していきたいというふうに考えております。はい、それではですね、ここからはそれぞれのプロダクトについて弊社の SE からその最新の取り組み状況、取り組みについてご紹介をさせていただきたいと思います。はい、ではまずクラリススタジオについて古谷よりお話をいたします。古谷さん、お願いします。はい、森本さんありがとうございました。ここからはですね、私 SE の古谷がクラリススタジオの最新の取り組みについてお話ししたいと思います。まずはじめにですね、皆さんにお聞きしたいことがあります。何度かですね、このような場でクラリススタジオの機能の一部をご紹介させていただいたことがあるのですが、本日ご来場されているお客様の中でこのクラリススタジオを知ってるという方、もしくは見たことあるよという方、ちょっと挙手していただけますでしょうか。ありがとうございます。多くの方に知っていただけているようでとても嬉しく思います。クラリススタジオはですね、先ほど森本から紹介があった通り、
外部のユーザー向けのソリューション展開に適している製品となっております。その代表的な例がこちらになります。カスタマイズ可能なウェブフォームで外部の不特定多数の方々から広くデータを収集するためのフォームになります。では早速ですが、本日ですね、自社製品をご購入いただいたお客様からご要望やご不満などお客様の声を広く募るためのウェブフォームをご覧いただきたいと思います。クラリススタジオで作成したウェブフォームは現在画面に表示されているようなですね、メールのように URL を展開するだけで簡単にユーザーの方にアクセスしてもらうことが可能です。それではリンクをクリックして開きたいと思います。今ですね、ブラウザーでアンケートフォームが開いてきました。利用者の方にはライセンスの付与といったり、あとはログイン作業といったようなですね、余計な手間は一切不要でシンプルにご利用いただくことができます。またですね、こちらのウェブシステムですね、ネイティブなウェブアプリケーションになっておりまして、レスポンシブデザインに対応していますので、こういった形でですね、利用者の端末のサイズなどに依存せず、ブラウザーから簡単に利用してもらうことができるようになっています。では、情報を入力していきたいと思います。名前の入力、メールアドレスの入力と、続いてカテゴリーの欄では、ご要望、ご不満、お褒めといったですね、選択肢から選択できるようになっておりますが、このようにですね、ご要望を選択してもフォームに特に変化はありませんが、ご不満を選択すると注文番号が表示されるといったようなですね、入力した値によって新しい項目を表示させるといったロジックを組み込むことも可能です。それでは少し開発画面を見てみたいと思います。こちらがフォームの開発画面ですが、カスタマイズとても簡単です。例えば購入した製品に対するですね、評価を登録する項目を一つ追加してみたいと思います。こちらのオブジェクトを追加の一覧にですね、フォームに追加可能なフィールドタイプがさまざまなタイプ設定することが可能になっております。こちらでですね、充実したフォームの作成が可能となっております。例えば今回はですね、この評価というフィールドを追加いたします。追加したフィールドはですね、このようにフォーム上の好きな場所に移動することができますので、内容と注意事項の間に差し込んでみたいと思います。そしたらですね、説明テキスト欄に購入した製品をどの程度評価しますかと入力をして、あとはですね、評価の星の数をですね、5点満点からちょっと10点満点に変更して、こちらでカスタマイズ完了となります。ユーザーが利用するフォームに戻ってブラウザ更新しますとですね、即座にカスタマイズした内容が反映されてきます。では一旦スライドに戻ります。このようにですね、シンプルではありますが、ファイルメーカーを補完するツールとして、またファイルメーカー同様にですね、エンジニアではない全ての方々にですね、価値を提供できる機能として、こちらのカスタマイズ可能なウェブフォームがクラリススタジオの発売当初にですね、リリースされました。その後もですね、クラリススタジオは進化を続けており、フォームビュー以外にもさまざまなビューを開発することができるようになっています。現在8つの便利なビューがリリースされていまして、1つ目は今ご紹介したフォームビューになります。その他にですね、こちらスプレッドシートビュー、一覧詳細ビュー、看板ビュー、リストビュー、ギャラリービュー、タイムラインビュー、そして最後にカレンダービューといったですね、さまざまな業務で活用することができるツールを提供しております。
現時点ではフォームビューのみが外部のユーザーに公開共有することができますが、これらすべてのビューをですね外部ユーザーに向けて公開ができるよう現在準備を進めております。さて、ここからがですねクラリススタジオの最新機能の取り組みについてのご紹介となります。これまで紹介したビューはですね目的に応じて利用いただくためには便利なツールでしたが、本日ご来場いただいた皆様はですねアプリの開発者もしくは何らかの形で自分たちで開発に携わることができないか、そんなツールをお探しの方々かと思います。そんな皆様に向けて現在開発している新しいカスタムビューといった機能をご紹介したいと思います。こちらのカスタムビューはフィールドやオブジェクトを空白のキャンパスにですねドラッグ&ドロップしたり、スクリプトや計算式を使用してロジックをより詳細に制御することができるようになります。また一つの画面の中で複数のビュー、リストと看板を並べて使いたいといったような要望を叶えることができるようになりました。それではですね新しいビューをカスタムビューをですね見てみたいと思います。こちらが先ほどご紹介したですねお客様の声を集めるためのフォームでした。スタジオのですねこちらのスプレッドシートビューを開きますと、お客様からですねアンケートフォームで収集したデータがスプレッドシートの形で閲覧することができるようになっています。では早速ですねこちらのアンケートデータを視覚的にイメージするためのダッシュボードを一つ作ってみたいと思います。こちらのプラスボタンからですね新規ビューを選択します。ここで作成するのがスタジオの最新のビューカスタムビューになります。では新しいビューの名前にですねダッシュボードと名前をつけてビューのデータはもちろんアンケートデータになります。こちらで作成を実行するとまっさらな画面が開いてきました。ここからネイティブウェブアプリケーションによるアプリ開発をご覧いただきたいと思います。まずは右側のプロパティパネルからですねフレーム配置上下を選択してヘッダーパートとボディパートに分けたいと思います。続いてオブジェクトを追加からですねテキストブロックを選択します。こちらで画面のタイトルを設定したいと思います。ダッシュボードと名称をつけて、太字にしたりですねオブジェクト内でセンター寄せにしたり文字の大きさ変更したりといった設定ができます。そうしましたらこのテキストブロックですねマウスでドラッグするだけで移動させることができます。このような形でですね直感的にお好みの画面を開発することが可能となっています。次にですね自社のロゴ画像も配置したいと思います。またオブジェクトを追加からですねこのイメージのブロックを配置します。そして自社のロゴ画像ファイルをですねアップロードするだけで画面上に画像を配置することができます。この画像もですねこのように大きさを変更したり場所を動かしたりといったことが可能になります。こちらでヘッダーの調整が完了となります。では続いてボディパートにカテゴリーごとに何件のお客様の声が集まっているかを把握するための棒グラフのオブジェクトを追加したいと思います。またオブジェクトを追加からですねこちらグラフオブジェクトの一覧の中にですねさまざまなグラフございます。こちら棒グラフを選択するとすぐにですねカテゴリーごとの件数が把握できるようになっておりますので大きさを調整するだけで完了です。これぐらいにしておきたいと思います。続いてお客様からいただいたお声はただ収集するだけではなくご要望やご不満についてはですね何らか対応していきたいと思います。先ほどのスプレッドシートのビューの中にはですねアンケートから取得した情報だけではなく
対応ステータスや対応担当者といったようなですね、対応状況を記録するフィールドを追加しております。ではダッシュボードに戻りまして、この対応状況を把握するためのグラフも追加してみたいと思います。またですね、オブジェクトを追加から今度はプログレスバーといったものを追加したいと思います。こちら棒グラフの横に配置して大きさを調整します。表示のラベルですね、このグラフのタイトルは対応状況と名前を付けてあげて、そしてこの対応状況を把握するためのフィールド条件ですね、こちら条件を追加から対応ステータスの値が次の値に等しい、対応済みの値に等しいというですね、簡単な設定をするだけで 57.89% と今現在の進捗率が表示されました。では実際の対応状況、ちょっとこれだけでは把握しづらいので、そちら把握するための円グラフを追加したいと思います。またですね、こちらオブジェクトを追加から円グラフをですね、この辺りに追加します。で現在カテゴリーごとの円グラフが出ておりますので、こちらですね、フィールドカテゴリーから対応ステータスに変更することで、このようにですね、対応済み何%、対応中、未対応何%といった形で集計情報とても見やすくなりました。では実際のデータを見るのにですね、このスプレッドシートビューと行き来するのは少し手間になってしまいますので、ではカスタムビューにスプレッドシートも追加してしまいたいと思います。追加の方法も皆さんも見当ついているのではないかと思いますが、オブジェクトを追加からこのスプレッドシートをですね、追加するだけとなっております。このように大きさを調整したりですね、プロパティパネルの中から例えばこちら列の欄からですね、表示したい項目をですね、このようにトグルをオフにするだけで調整することもできますし、ソート順ですね、こちらを例えば受付日の項順といった形で新しいデータ順に並び替えるといったようなこともですね、直感的に操作することができるようになっています。それではですね、このスプレッドシートのレコードの編集を許可にチェックを入れて、実際に利用者のモードで確認してみたいと思います。こちらはですね、右上の開発者モードのトグルをオフにするだけで、開発者ではなく利用者のモードとしてですね、確認できるようになっています。では今作成したこのダッシュボードを開きます。そうするとこのようにですね、現在お客様からどのようなお声が何件ぐらい集まっているのか、それの対応状況が一目で分かるようになりました。またですね、こちらですね、現在本日時間の関係でちょっと披露することができませんが、例えばこちらの看板ビューではですね、視覚的にですね、この対応状況を把握するための看板ビューでデータ管理を行ったりとか、あとはご要望に対して社内メンバー間でこのようにディスカッションをしたりといったようなこともできるような詳細のカスタムビューを作り込んでいくことも可能となっています。まだまだご紹介したい機能がありますが、本日はここまでとさせていただきます。それではスライドに戻ります。いかがでしたでしょうか。ファイルメーカーとはまた違ったクラリススタジオでアプリを開発する面白さをですね、感じていただけましたら幸いです。今ご紹介させていただいたのはですね、クラリススタジオをノンコードで作れるほんの一部の機能となっております。明日7月10日の1時半から C 会場で行うセッション ID T の14、クラリススタジオが提供するウェブアプリ開発体験、こちらのセッションではクラリススタジオをさらに深掘りした内容でデモンストレーションをたっぷりお見せしたいと
ご覧いただきたいと思っておりますので、今日のデモを見てクラリススタジオにですね興味を持っていただいた方がいらっしゃいましたら、ぜひご参加いただければと思います。はい、続いてはクラリスコネクトに登場する予定のですねクラリススタジオコネクターについてご紹介します。クラリススタジオ用のコネクターは現時点でこれだけのですねトリガーやアクションが利用できるように開発が進められております。アクションはもちろんですが、新しいレコードが作成された時、またレコードが更新された時といったようなですね便利なトリガー機能の公開も予定されております。このクラリスコネクトとクラリススタジオを連携することで、あらゆるアプリケーションサービスとの連携が可能となります。例えばクラリススタジオにデータが登録されたらといったトリガーイベントをきっかけに、担当者にはチャットツールで通知をしたり、もしくはお客様にはですね自動でメールを返信したりといったような業務の自動化が可能となります。クラリスコネクトにはもちろんファイルメーカーのコネクターもありますので、ファイルメーカーやスタジオを単体で利用するよりもクラリスコネクトを介して双方向に連携することでよりパワフルなツールとしてクラリスプラットフォームの力を発揮することができるようになります。以上がクラリススタジオとクラリスコネクトの最新の取り組みについてのご紹介でした。日本でのリリース時期についてですね皆様気になっているかと思いますが、現時点では日本のリリース時期は未定となっております。いずれ公開のアナウンスをさせていただく予定となっておりますので、ぜひリリースをお待ちいただければと思います。それではこの後は最新のクラリスファイルメーカーの取り組みについて小林から紹介したいと思います。小林さんお願いします。古谷さんありがとうございました。改めましてクラリス法人営業本部の小林です。突然ですが最近ビデオチャットを通してオンラインで会議を行うような機会が増えているのではないでしょうか。このようなインターネット上でのコミュニケーションを実現しているのが WebRTC と呼ばれる機能です。この WebRTC のサポートがファイルメーカー2024より開始されました。私のパートは題してクラリスファイルメーカーとボネージを組み合わせてテレアポ管理システムを作成してみましたというものになります。ボネージは電話や SMS、ビデオといったさまざまなコミュニケーションに関わる機能の API を提供しているクラウドサービスです。ここからはサポートが開始された WebRTC とクラリスファイルメーカー、そしてボネージを組み合わせればどのようなことが実現できるのかということをデモにて紹介していきます。デモに入る前に私から一言お礼を言わせていただきたいと思います。このサンプルを作成するにあたり多大なるご協力をいただきましたボネージジャパン様、ボネージの日本販売代理店である KDDI ウェブコミュニケーションズ様、おかげさまで本日無事に紹介することができます。ご協力ありがとうございました。では、本題に戻りまして、まずデモのシナリオを説明させていただきたいと思います。ちょっと違いましたね。すいません。はい、ここからいきます。で、担当者はテレアポ管理システムにログインを行います。大切なお客様の情報が保存されているシステムに ID とパスワードを知っていれば誰でもがアクセスできるというのはセキュリティ上問題があるかもしれません。そこで登場するのがボネージの Verify API です。この API と連携することにより二要素認証による本人確認が実現できます。無事にシステムにログインができたら業務開始です。お客様にコンタクトを行う方法として電話をかける、ビデオチャットなどが考えられます。これらを実現するのに必要不可欠なのが今回ファイルメーカー2024よりサポートが開始された WebRTC という技術です。
電話をする場合はボネージのボイス API、ビデオチャットを行う場合はボネージのビデオ API と連携することで実現できます。また電話をすいません、ちょっと緊張しててなんか指が笑い事じゃないんですけれど、すいません。はい、で電話を切った後にはボネージのメッセージ API と連携してお客様に対して対応状況はどうでしたかというようなアンケートを依頼するのはいかがでしょうか。お客様に送られたメッセージの URL をクリックしますと、クラリススタジオで作成されたアンケートの画面が表示されます。また同時に電話を切った後にはボネージの方から通話時間などのログ情報、録音された音声ファイル、その音声ファイルから文字起こしされたテキスト情報が送られてきますので、これをファイルメーカーの中に保存します。ボネージからクラリスコネクトに対してフローをリクエストすることで、自動化されたワークフローが実現できるようになります。もちろんクラリススタジオで入力されたアンケートの情報も、クラリススタジオ側にデータが登録されたらクラリスコネクトのフローを実行してファイルメーカーに保存するということで、ファイルメーカーの中にその情報が貯められるということができるようになります。管理者は常に最新のアンケート情報を見ながら分析したり確認したりということが行えるようになります。では実際に動かしてみたいと思います。まずこちらがログイン画面になります。ID とパスワードを入力してログインを行いますと、このように2要素認証の画面が上がってきます。で、ショートメッセージで送られてきたこの確認コードですね。よいしょ。これを入力して検証を行いますと、無事にログインができたということになります。では無事に本人確認ができましたので、業務を開始したいと思います。お客様の一覧が表示されますので、該当のお客様を選択します。この画面ではお客様に対するステータス、コメント、あとはお客様に送った資料の一覧や対応履歴の一覧、こういったものが見れるようになっています。最初にまずはビデオチャットの機能を紹介したいと思います。電話はもちろんですが、実際に顔を見ながらコミュニケーションを取ることが必要になるケースもあるのではないでしょうか。こちら、会議の情報をお客様にショートメッセージで送ります。で、そうしますとお客様の方に送られたメッセージ、このような感じですねにこの URL がついてきますので、お客様はこの URL に対してアクセスすることで会議に参加することができます。で、画面上にはこのデバイスに対して使えるカメラの一覧だったり、あとはマイクの一覧だったりというものが表示されますので、選択して、実行することができます。で、こちらで会議に参加します。そうしますと私の画面がちょっと映ってくるんですが、今日は3箇所で、会議に参加している形になります。で、東京オフィスにいる原田さん、マスって言っちゃった、中川さん、聞こえてますか？お疲れ様です。聞こえてますか？あれ、ちょっと音声が聞こえないようですね。はい、で、こんにちは。あ、バーにいますね。日比野さん、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、こんなような感じでですね、ビデオチャットをしてリアルタイムにお客様の顔を見ながらお話しすることができるのではないでしょうか。で、このビデオチャットの機能なんですが、現場で作業中の担当者がカメラで現場の状況を映しながら本社にいる人と対応について話し合ったりするような、そんな場面でも活用できますので、作業の効率化、こういったものが実現できるのではないかと考えています。社外だけではなく、社内のコミュニケーションツールとしても利用価値があるのではないか、そういうふうに思っています。ありがとうございました。退出してください。ありがとうございました。ありがとうございました。で
では次に電話の機能を紹介したいと思います。お客様に電話をかける場合なんですが、事前に後ほど連絡させていただきますというメッセージを伝えておくと、お客様の対応率が良くなるそうです。そこでお客様には事前にメッセージを送るようにしたいと思います。また電話することを本人が忘れてしまわないように、自分に対しても指定された時間になったらリマインド機能が送られてくるようにするのが良いのではないでしょうか。では予約したいと思います。でここで今日ちょっとデモの関係上10秒後にですね、自分に対してリマインドを送るということにしたいと思います。これでやりますと、お客様に対してメッセージが送られました。こんな感じですね。後ほどメッセージを電話しますよという内容になっています。でそうしますと、10秒後は今度自分に対してのこのリマインド通知が送られてきたことがわかるかと思います。この自分に対してのリマインド通知なんですけれども、この機能はファイルメーカー2024で機能拡張されたローカル通知の構成という機能を使って実現しています。ぜひこちらの方もご利用いただければと思います。では電話をかけてみましょう。で通話が始まりますと録音が開始されます。でこれを実現しているのが WebRTC とボネージのボイス API です。今日はシナリオを準備しましたので、その内容に沿って会話していきたいと思います。はい、島田です。いつもお世話になっておりますクラリス法人営業本部の小林です。ライセンス購入の件でご連絡させていただきました。はい、ご連絡ありがとうございます。ご希望のライセンスの数と利用開始日を教えていただけますか。8月10日から8人です。見積書をお願いできますか。承知いたしました。後ほどお見積書をお送りいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。で電話を切りますと、このように今1行追加されたの分かりますでしょうか。ボネージの方から、通話時間などのログ情報が送られてきますので、自動的にですねファイルメーカーの中にそのログ情報が書き込まれる形になります。で音声ファイルと文字起こししたテキスト情報というのは出来上がったら順次送られてくるようになっています。ちょっと音声ファイルできてますが、文字起こしまだのようなので、一旦先にですねアンケートの方をご紹介したいと思います。このアンケートの欄のチェックをオンにしますと、お客様に対してアンケートお願いしますというメッセージがこのように流れてきます。でこの URL をクリックしますと、クラリススタジオで作られたアンケートの画面が表示されてきます。ここでアンケートを入れましてというような感じで登録を行います。はい、ではどうでしょう。録音ファイルとかできましたでしょうか。確認していきましょう。ちょっとまだできてないようですね。先にですね音声ファイルの方をご紹介したいと思います。音声ファイル再生しますと、今テキストもできてきましたね。はい、島田です。いつもお世話になっておりますクラリス法人営業本部の小林です。ライセンス購入の件でご連絡させていただきました。はい、ご連絡ありがとうございます。ご希望のライセンスの数と利用開始日を教えていただけますか。8月10日から8人です。見積書をお願いできますか。承知いたしました。後ほどお見積書をお送りいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。という感じなんですけど、ちょっと自分があまりにも棒読みですごい恥ずかしいなと思ってしまいました。でじゃあテキスト情報ですね、文字起こしされたテキスト情報を見ていきたいと思います。そうしますと、その録音されたものから、このような感じで、文字起こしがされるという形になってきます。
何かあった時にどの会話だったのかっていうのを音声ファイルをいちいち再生して確認しなくても、このように文字起こしされていれば検索とかができますので、簡単にですね該当の対応が見つけたりとかいうことができるのではないでしょうか。でちなみになんですが、今回やっていませんけれども、ビデオチャットで録画した場合なんですが、そちらのファイルを保存することもできます。で例えばなんですが、こちらイメージなんですけれども、見ていただきたいと思います。でこんな感じですね。でこれイメージファイルなんですが、こんな感じで録画ファイルも保存しますと、ファイルメーカーの中からどの対応に対してこういったものがあるのかということが合わせて見れるという形になってきます。いかがだったでしょうか。デモは興味深かったでしょうか。このサポートを開始した WebRTC とボネジの連携、これを皆さんの素晴らしいアイデアの中で生かしていただけることを願っています。ちなみにですが、ちょっと反応がなくて寂しいんですが、興味深かったっていう方はちょっと音があった方がいいので拍手していただけますでしょうか。ありがとうございます。すみません、強制したような形でちょっと恥ずかしいんですが、はい、デモの方は以上となります。で、最後にお知らせがあります。ボネージジャパン様と KDDI ウェブコミュニケーションズ様のセッションがこの後12時半から B 会場にて行われます。このデモをご覧になって興味を持たれた方、ぜひセッションにご参加ください。ボネージの機能は今日このデモで紹介しただけではなく、もっとたくさんあります。特に KDDI ウェブコミュニケーションズのエヴァンジェリストの高橋様がスピーカーとなっているまたとないセッションですので、このチャンスを逃さないようにしてください。あとボネージジャパン様はブース出展もされています。ぜひ足を運んでいただき、ボネージ製品についていろいろと質問していただき、理解を深めていただければと思います。専門家に直接質問できる良い機会です。皆さんのシステムをより効率的にモダンにできる方法がきっと見つかるかと思います。ついでにと言ってはなんですが、ちょっと自分のセッションの宣伝もさせていただきたいと思います。でクラリスファイルメーカーを初めて知るという人向けのセッションをボネージジャパン様と KDDI ウェブコミュニケーションズ様のセッションの後、同じ会場にて行います。ファイルメーカーを初めて知るという人にはもちろんなんですが、ファイルメーカーは知っているけど時間があるから行ってみるかとか、もう一度私の話を聞いてみたいというような、そんな希少価値のある人がいるかとは思いますが、いたらもうそちらも大歓迎ですので、ぜひご参加いただければと思います。以上で私のパートは終了となります。ありがとうございました。ありがとうございます。では田中にバトンタッチしたいと思います。田中さん、よろしくお願いいたします。はい、小林さんありがとうございます。セールスエンジニアの田中です。私からはですね、クラリスと AI の取り組みについてお伝えしたいと思います。これまでも AI の技術をクラリス製品の中で活用できるような取り組みを行ってきました。始まりはですね、2020年5月にリリースされたバージョン19にて Apple の機械学習モデルである CoreML をサポートしました。そして2022年6月にバージョン 19.5.1 がリリースされ、テキスト認識アルゴリズムを使用して画像に含まれるテキストを認識できる GetLive テキスト関数が追加になりました。そして昨年のアメリカで行われたクラリスエンゲージの中で URL から挿入とカールオプションを使い、オープン AI 社の API と連携したデモが行われました。今回のリリースのバージョン2024では、大規模言語モデルの LLM を活用したセマンティック検索を行うためのスクリプトステップや関数、こちらが追加され、標準機能としてサポートしました。こちらデモを交えながら順番に見ていきたいと思います。最初は Apple の機械学習フレームワークである CoreML のサポートです。CreateML という X コードに付属のツールを使えば、簡単にノーコードで学習モデルの生成ができます。通常ですと、このモデルを Mac や
iOS などのアプリで利用するわけですが、それをファイルメーカーのカスタムアップに組み込むことができます。画像分析やテキスト分類のほか、ファイルメーカーの持つデータに基づいて予測を行うといった回帰分析もローコードで作ることができます。それではデモを見ていただきたいと思います。はい、こちらのサンプルはですね、プラチナパートナーの寿商会さんが自社ブログで提供しているものとなります。この4つの四角ですね、この黒いところに手書きした0から9までの数字を認識するというものになっています。ではレイアウトをですね、この ML モデルが入っているところに切り替えますと、使用されている ML モデルが分かります。ではこの MNIST というモデルですが、これは Apple のサイトからですね、ダウンロードできるものとなっています。では実際にですね、文字を書いてみたいと思います。ちょっとトラックバットで書いてますので汚いですが、はい、こんな感じでですね、正しく1234と認識ができました。はい、これ以外にもですね、このCoreML が実際に利用されている例というのがございます。北海道千歳市の支笏湖では一定の気象条件の下で風景が湖面に映る鏡面現象が発生します。過去の鏡面現象発生時の気象データを学習させたモデルを使用して、これから先の鏡面現象発生を予測するというアプリを千歳科学技術大学の曽我先生と研究室の学生の方々が作成されました。この取り組みはですね、クラリスの事例ビデオにて紹介させていただいております。鏡面現象の予測だけでなく、桜の開花時期を予測したり、ファイルメーカーの可能性を知っていただく本当に良い活用例だと思っております。続いてテキスト認識アルゴリズムを使用して画像から文字認識ができる Get ライブテキスト関数です。このリリース時点では日本語には対応しておりませんでしたが、バージョン2023で日本語に対応しました。さらにバージョン2024では Get ライブテキスト as JSON 関数が追加されましたので、従来の開業区切り以外にも JSON 形式でさらに XY 座標も取れるようになりました。こちらもデモを見ていただきます。はい、こちらの注文書ですね、こちらクレイツが実際に利用しているものとなります。このお客様の追加の注文書にありますオーダーフォーム入力確認番号というこの数字ですね、こちらがクラリスとして欲しい番号となります。これが取得できれば自動化が可能となってより効率が上がります。それ以外の情報というのはですね、データベースで管理されていますので、紐付けて関連付けて取得することができます。ではこの PDF をですね、このようにオブジェクトフィールドにドラッグアンドドロップしますと、実は Get ライブテキスト関数は画像形式しか対応しておりませんので PDF のままでは変換ができません。ということで、この PDF-JPEG というボタンを押しますと MacOS のショートカット機能を使って、一瞬でこのように JPEG に変換してくれました。でこれによってですね、Get ライブテキスト関数の結果と Get ライブテキスト as JSON 関数の結果が得られております。さらにその下ですね、計算式を作ってありますので、入力確認番号がどちらを使ってもですね、このように取れているということが分かります。Get ライブテキスト関数を利用することで、メールなどで受けた発注処理をですね、自動化を促進することができるかなと思います。今ご紹介した CoreML やテキスト認識表示は iPhone や iPad、Mac といった Apple デバイス向けの機能となりますが、今回のクラリスロードショーでは特に Mac をビジネスで活用するためにとっての有益な情報をお届けするセッションというのがですね、2つございます。1つ目が企業における Mac と Windows のデバイス選択性導入のメリットで、このオープニングキーノートの次に予定されておりますランチョンセッションです。
ここでは多くの企業が導入している Mac と Windows を従業員が選択できる制度についてその実例とともにご紹介するものです。そしてもう一つ Mac が最高の AI-PC である理由では Mac が AI 機械学習にどのように最適化されているのか一部ファイルメーカーとも絡めながらご紹介します。なおスピーカーはクラリスととても関係の深い会社よりお招きしておりますのでどうぞご参加いただければと思います。続いてファイルメーカーでは従来より API で各種外部システムクラウドサービスとも連携できるようになっていますが当然それらを利用して AI の機能を活用AI の機能を提供するサービスとの連携もすでに可能となっています。例えば OpenAI も API を公開していますし日本だと GMO クラウドさんが提供する測る AI というメーターの画像を使ってメーターの画像を送ってそれを読み取って数値データを返してくれるサービスとの連携事例というのもあります。さらにクラリスコネクトでは OpenAI のほか日本ではあまり馴染みがないかもしれませんがその他の AI や機械学習系のサービスに対応したコネクターというのも準備しております。OpenAI の API と連携したデモを見ていただきたいと思います。はい、こちらのカルクライターというのはですねこちらはファイルメーカーの計算式をチャット GPT の API に問い合わせて作ってもらうというサンプルになっております。で事前にですねもう質問は作ってありますので、この実行ボタンを押してみてその結果を見てみたいと思います。はい、では今実行しましたのでこれで今問い合わせをしているという状況になります。はい、早速ですねちょっとエラーが返ってきましたのでもう一回実行してみたいと思います。はい、一発でいく時もあればちょっと何回かやってるうちにですね正解が出てくるという時もありますのではい、ちょっとインターネットが遅いのか時間がかかっております。はい、来ましたね。で今回はこれ下の結果のところですねこの真ん中に今計算式が入っておりますがホワイル関数を使って、このようにちょっと難しい計算式ですがこちらを実行した結果というのが、この下に表示されているということでチャット GPT にこのような計算式を書いてもらいました。では今度はですね逆順に並べるということでファイルメーカーという文字列を逆順に並べ替える、こういった計算式を作ってもらいたいと思います。はい、こちらは一発でうまくいくでしょうか。はい、こちらもですねテストしてた時にもちょっと今時間がかかってますのでこちらのインターネットがちょっと混んでいるのかなという印象があります。はい、思っているはいまた失敗しましたね。すみませんもう一回やってみたいと思いますね。はい、後ろでチャット GPT が頑張っているので少々お待ちください。だいたいデモの時のですね今倍以上遅いかもしれないですね。もっとサクッと出ていましたので今度こそ来るかな。はい来ないですね。じゃちょっとまだ時間かかりそうなのでこんなこともあろうかと思いまして事前に実行した結果を消えてるはいすみませんはいですねこれ開くために初期化するスクリプトを入れてるのを忘れましたのですみませんこちらちょっとパスしたいと思います。最後今月末の日付を計算するこちらも実行してみたいと思います。早い一瞬できました。でこれですね、見てみますと、
翌月の0日っていう計算式を書くことによって、月末が計算できるよということで、このように結果が得られました。はい、なのでやはりちょっと難しい計算式になるとちょっと時間がかかるような印象もやっぱありますね。はい、なのでこのようにですね、計算式やっぱりヘルプを読んだりですね、学習コンテンツから勉強したり時間がかかりましたけれど、遠くない未来にはもっと楽にですね、開発が進めれる、という時代がですね、来そうな感じがあります。このようにですね、クラリスと AI の連携というのはですね、始まっていました。はい、ではさらに AI に関連した機能を強化するという新たな取り組みというのが、ファイルメーカーの標準機能の中で LLM を活用できるようにとするものです。今回第一弾としてリリースされたのがセマンティック検索というものです。これは検索キーワードと一致する単語を含むかどうかではなく、検索キーワードと意味的に関連性の高い結果を提供する検索技術になります。セマンティック検索と従来のキーワード一致検索の違いを見てみましょう。例えばアンケートやレビューなどで5段階の評価選んだ経験、皆さんあるかと思います。この項目が管理されているカスタムアップでとても満足と回答されているデータを検索するということはこれまで当たり前にできていることです。一方で自由記述のテキストの場合はどうでしょうか。人間の目でデータを順番に見れば状況を把握するということはできますが、検索では都合よくその単語が入っていた文章以外は見つけること難しいかなと思います。そこでこのセマンティック検索というものを使うことで、例えば評価が高いという言葉の意味と自由記述のテキストの意味を解釈して関連性が高い文章を検索してくれます。ではこちらもですね、デモで見ていただきたいと思います。はい、こちらはですね、先ほどのスライドにもありましたけれど、商品を購入した方からのですね、レビューコメントが入っております。ファイルメーカーは通販の販売管理でも多く使われています。10日の11時10分より神戸牛専門店達也さんのセッションがありますが、こちらも事例の一つとなっております。この文章は自由記述のため、通常のファイルメーカーの検索では入力した単語と一致しないと検索というのはできません。ではセマンティック検索やるとどうなるのか見てみましょう。では例えば製品を気に入ったと入力して検索実行します。はい、そうしますとですね、はい、商品の品質がよく満足しています。商品は期待以上で大変満足しています。品質が高く使いやすいです。こんな形でですね、製品を気に入ったっていうですね、直接的な言葉は入っていませんが、そうだろうなと思われる文章というのがですね、このように導き出されています。では今度は逆にですね、いまいちに感じていると。はい、じゃあこちらも検索実行しています。でこちらもですね、品質は悪くないですが特別な魅力は感じませんでした。使用感が悪く期待していた効果が全く得られませんでした。こんな形でですね、このいまいちという言葉はどこにも入ってませんが、このようなデータというのが抽出ができております。では今度はですね、コールセンターのアンケートのサンプルで確認してみたいと思います。こちらもですね、自由記述の文章が入っております。ではこちら今度はですね、好印象だったとして検索を実行しています。はい、このようにですね、ギチギチ硬くなくて好印象でした。ちょっとここにもはっきり好印象と入ってますが、前に対応してくださった方もそうでしたが、硬すぎない雰囲気好きです。気張らず自然な対応が好感が持てた。こちらの言うことをしっかり聞き理解しようという姿勢が良かった。こんなですね、イメージとして良かったなというものがですね、これに抽出できました。で今度は逆にですね、不満が残っていると、こちらで検索を実行してみたいと思います。はい、喋り方の癖のせいなのかあまり良い気持ちで電話できませんでした。それよりもですね、担当者さんは丁寧に説明してくれました。しかし質問問い合わせに対するメールが結局届いてなかった。このようにですね、何らか不満が残ってるんだなというものがですね、
この文章には直接書いてなかったとしてもこのように検索とすることができております。このようにですね、少ない数であれば、人間の目で一件ずつですね、見ていけば見れないことはないんですが、データが多ければ多いほどですね、このセマンティック検索を使ってデータを抽出するということのメリットは大きくなります。今回すべてこれオープン AI 社の埋め込みモデルを使っておりましたが、モデルを変えることによっても結果というのはですね、異なってきます。他にもオープンソース LLM というのもありますので、こちらを使うことでインターネットを介してデータを送ることなく利用するということもできます。生成 AI が驚くスピードで進化する中、ファイルメーカーで AI が活用できることにはどのようなメリットがあるでしょうか。例えばこのコードですね、チャット GPT にテキスト埋め込みモデル、テキストエンベッティング3ラージを利用して、セマンティック検索するための Python のコードを返してと、教えてと聞いた結果です。一瞬でこのような難しいコードもですね、返してくれます。しかしこのコードですね、すべてをもっとように動作する正しいものとは限りません。先ほどファイルメーカーの計算式もやりましたけど、うまくいかない時ってやっぱりありました。なので、チャット GPT の入力画面にもですね、チャット GPT の回答は必ずしも正しいとは限りませんと書いてありますので、もしそのまま動かなかった場合には、このコードを読み解く力、これ必ず必要になってきます。では、ファイルメーカーを利用すると、難しいコードを読み解く必要なく同じことが実現できてしまいます。API キーを設定し、OpenAI の埋め込みモデルを利用してベクトルを作成、格納し、セマンティック検索を実行、とてもシンプルな内容になっています。難しい技術もファイルメーカーが難しい部分を吸収してくれるので、開発者の方はそれを感じることなく使うということができます。またファイルメーカーのカスタムアップの中にはですね、データベースが含まれていて、運用中のお客様であればそこにはたくさんのデータが収められています。データは企業にとって大事な資産です。これを AI の力でこれまで調べられなかった切り口で探し出すことができるので、ファイルメーカーの中で管理しているデータをより活用ができます。そのデータを見せるためにインターフェースを簡単な操作で作成ができます。そして多くの関数やスクリプトを組み合わせることで高度な計算や自動化ができます。MacOS、Windows、iOS、iPadOS、Web ブラウザ、さまざまなプラットフォームで生かすことができるというのは、ファイルメーカーが長い歴史の中で時代に合わせて進化してきたからとなります。セマンティック検索もですね、LLM 関連の第一弾となりますので、今後の進化にご期待ください。最後に AI に関連したセッションをご紹介します。本日16時より A 会場で行う T の5株式会社キープランニングの木下さんによる生成 AI 実践活用術データ生成分析テクニックがあります。他にも明日からですね、まとめて解説クラリスファイルメーカー2020の最新機能、こちら私が本日の内容以外にもですね、バージョン2020の機能をですねご紹介します。そしてランチョンにて L の3クラリスファイルメーカー生成 AI 医療現場における可能性 TXP メディカル株式会社その3 L の4クラリスファイルメーカーと生成 AI 連携による次世代 DX については株式会社 AI シフト古谷さん株式会社サポータス中瀬さんによるセッションが予定されておりますので、お弁当を食べながらこちらご視聴いただけます。そしてワークショップ形式にてクラリスファイルメーカー2024新機能 LLM の技術を使ったセマンティック検索を体験しようではパソコンを準備しておりますので手ぶらでご参加いただける内容になっておりますのでまだ参加するセッション決まっていない方はですねこちらも合わせてご検討ください。以上で弊社クラリスプラットフォームへの取り組みについてのご紹介は終わりとなります。ありがとうございました。それでは荒地にバトンタッチしたいと思います。荒地さんお願いいたします。SE の皆さんありがとうございました。なんだかクラリスファイルメーカーすごいことになってますよね。非常にとても面白いデモでした。この後は、私の方からですね、クラリスのセールスやマーケティングに関する最新情報をお伝えいたします。まず最初はこちらになります。クラリスではピアソンビューを利用してですね
ワールドワイドで英語と日本語でクラリスファイルメーカーの試験を提供していました。それは昨年末で終了いたしました。さまざま我々検討した結果、今年の秋からピアソンビューで日本オリジナルの試験を開始することを決めました。新しい試験は複数提供されます。開発者の習熟度や役割によって複数の試験を用意しています。開発者向けにはベーシックデベロッパー、アドバンストデベロッパー、エキスパートデベロッパーがあります。そして運用管理者向けにはシステムアドミンがあります。今年の秋から来年の春にかけて順次リリースしていく予定です。合格した方には合格証やデジタルバッジが発行されます。就職の際ですとか SNS で証明したりとか、あとマーケティングやセールスのツールにご利用いただくことができます。そしてエキスパートデベロッパーに関しては今年の秋にリリースを予定しております。9月を予定しております。ピアソンビュー日本では150余りのテストセンターがあると聞いております。そちらで受験することができます。またオンラインの監視試験オンビューでも受験することができます。詳しいですね申し込み方法ですとか問題の範囲、時間、問題数、こういった情報に関しては8月クラリスの公式サイトで紹介する予定です。そしてピアソンビューのプログラムページでも紹介する予定でおります。皆さんそちらでご確認いただけると幸いです。次は無料体験セミナーについてお話しいたします。クラリスでは無料体験セミナーを全国で開催しております。ご参加していただく方に1人に1台の Mac と1台のiPad を用意しております。それらを使って実際に業務アプリを開発するという体験ができます。クラリスロードショー2024大阪の後ではこの大阪で2件、そして京都で1件開催が予定されております。神戸でも開催する企画を今していると聞いておりますので、ぜひご参加いただければと思います。そしてまだまだこんなにたくさん全国で開催してありますので、この機会にこの無料体験セミナーをご参加いただければと思います。特にですね、これからクラリスファイルメーカーを始めようという方にお勧めしております。次は期間限定特別アップグレードキャンペーンについてのお知らせです。これはクラリスファイルメーカープロ2024アップグレード版を5000円割引で提供するキャンペーンです。アップグレード版というのは通常製品の 40% オフの価格設定になっておりますが、それよりさらに5000円割引での提供になります。期間は8月20日までとなっております。対象製品にはシングルライセンスのクラリスファイルメーカープロ2023、クラリスファイルメーカープロ19、クラリスファイルメーカープロ18アドバンストです。ユーザー登録されている方には、今日あたり早くて明日、昨日、今日にハガキが届いていると思います。またクラリスストアでお買い求めになったお客様にはメールにて今日からご案内が届くようになっておりますので、ぜひともクラリスファイルメーカープロ2024のアップグレードしていただき、今ご覧いただいた最新機能をご検討いただければと思います。そして次は IT ビューについてです。IT ビューは IT ツールを評価する評価サイトになっております。こちら IT ビューグリッドアワード2024スプリングでクラリスファイルメーカーは5部門ですね、5部門で受賞をしております。連続受賞更新中です。投稿していただいた皆様ありがとうございます。この後サマー2024サマーの受賞の発表があると聞いております。引き続きこの連続受賞の記録を更新していけたら幸いですので、ご投稿のほどご協力いただければと思います。そしてこれからはこのクラリスロードショー2024大阪をもっと
楽しんでいただくための情報になります。まず A 会場はライブ中継をしております。このオープニングキーノートも今ライブ中継されております。ライブ視聴中の皆様お元気ですか？カメラこっちですねはい、そして、オンラインといえばもう一つバーチャルイベントスペースアネックスに関してもこのクライスロードショー2024大阪と連携して開催すると聞いております。今回は同時開催ではなく2週間後の7月25日の開催です。そして12のオリジナルセッションも用意されていると聞いておりますので楽しみです。皆さんこちらもぜひご参加ください。クライスパートナーの有志の皆様ありがとうございます。次はスタンプラリーの紹介です。これ皆さん受付の時にこのバッグをもらってると思うんですけど、この中にこの今画面に映っているこのスタンプラリーのカードがありますので、こちらを持ってショーケースエリアの各ブースに立ち寄ってお話をしてスタンプをいただいてください。そしてクライスバーの横に景品交換所があります。参加賞で皆さんがいただける必ずいただけるものもありますし、抽選で豪華賞品が当たるということもありますので、ぜひショーケースエリアの各ブースに回ってお話をしてスタンプをいただいてクラリスバー横までお越しいただければと思います。次はセッションアンケートです。会期中セッションアンケートをしております。これもこのバッグの中にこういうマップとスケジュールが書いたパンフレットがあります。こちらに QR コードと URL が載っております。こちらでセッションアンケートを答えることができます。各セッションごとに一つのセッションアンケートがあります。スピーカーの方から承諾を得ているものに関してはスライドを PDF として資料提供できるようになっておりますので、皆さんセッションのアンケートにご協力いただければと思います。ほぼほぼスピーカーの皆さん、協力いただいてセッションの資料を提供してくださっているような状況です。そして、セッションアンケートに関してライブ視聴をしている方向けにも用意しております。ライブ視聴者登録の専用ページで、アンケートのボタンが各セッションごとについてますので、そちらからアンケートにお答えいただくことができます。そして、もう一つアンケートあります。開催後に登録者の方にアンケートのメールを送らせてもらいます。これはイベント全体に関しての感想を聞くようなアンケートになっております。そしてお答えいただいて、なおかつここに参加していただいた方から抽選で50名の方にこのロゴ付きのショルダーバッグをプレゼントいたしますので、ぜひご参加ください。ライブ視聴者の方々向けにも全体のライブ視聴に関するアンケートをお聞きするメールをこの開催後明日の夕方送る予定でおりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。クラリスロードショー2024大阪はお客様パートナークラリスが一堂に会する機会となっております。皆さんが日頃必要としている情報を入手したりスキルアップする機会としてご利用いただければ幸いです。加えて皆さんが持っている知識や技術も他の方々と共有していただければさらにいい機会となりますので、この機会を有意義にお過ごしいただければと考えております。こちらはスポンサーの方々です。ダイヤモンドスポンサーの方々はランチョンセッションを提供してくださっております。各スポンサーの方々はショーケースエリアでブースを出展しております。そちらでは日頃エンドユーザーの方々にコンサルティングを行ったり自宅開発を行っているような方々がアテンドしていますので、ぜひ立ち寄っていただきいろいろと質問をして回答を得るようなことをしていただければと考えております。このクラリスロードショー2024大阪もこのスポンサーの方々のおかげでこのように開催できております。スポンサーの皆さんありがとうございます。そしてこちらがスピーカーの方々です。そうスピーカーの方々も日頃業務の中でエンドユーザー方にコンサルティングですとか開発してカスタムアップを納品しているような方々がセッションをお持ちです。日頃培った
技術や知識をセッションの中で惜しみなくお話ししてくださいます。スピーカーの皆さん、どうもありがとうございます。はい、これから2日間クラリスロードショー2024大阪をぜひ皆さんお楽しみください。ありがとうございました。